平田隊長です。今回はね、ナビ VS チームドラゴンということでね、もう世界大会も近い中、僕もね、久しぶりに顔出しでやっていきたいと思います。いろんなところで聞かれるんですけど、僕もね、世界大会行って解説としてね、出るので、どこのチャンネルで上がるかわかんないですが、基本的にはね、顔出しでやっていくので、久しぶりにね、そういう感じでやっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行対戦相手の方からリガホグですね。流行りの見習いウォーデンをつけたクイヒーという形で、タウンホール反対から行くのが結構トレンドになってるかな。対戦相手じゃないじゃん。ガクじゃん。ガクでしたね。ちょっとガクっぽい入りしたなと思ったらガクでしたね。結構反対から行くときのこの1マス区画の対象陣真ん中入れがち。ガクあるある。ホーミングチェックバルーン入れつつ、ホーミングチェックのね、バルーンさせるように左サイドのアーチャーター、バルーンで潰せるっていうのもあるんですけど、これによってね、チェックバルーンも中心部通せるようになりましたね。大砲もこれで切れて、ここで満を持してホーミングチェックバルーン入れてきたかったんですが、ウォールブレーカーで、基本的にね、右サイドにあったので左サイドもあるかなってところだったんですが、これ以上はもう許容でいくかな。基本的にはタウンホール反対から行きそうですかね。キング投下兵舎をセットして、8地面で取っていきそうですね。さあ、ディガークイーンも待ち受けております。ポイズンリザードがこういうところほんと強いですね。エリクサータンクの方に一度戻りの、クイーンの方が HP ギリギリ。ちょっとウォールブレーカーの方はうまく3時4時のね、区画につなげることはできなかったですが、これが見習いウォーデの力強さですね。クイーンの HP 相当落っこちたんですが、さあ、レイジタワーが発動しないような形のフリーズ入れつつ、そろそろトームも考えてるかな。ここ打ってもワンチャンと考えてそう。いいトームですね。タウンホールの爆破に合わせるようなっていうよりは、ユニットが一番残るようなかけ方をタウンホール反対から行くときは、使うべきかな。そこまで残すことがかなり厳しいからね。さあ、ここでヒール追加、見習いウォーデンの方もロイヤルチャンピオンの方に回ってきました。あとはロイヤルチャンピオンでタウンホールが落とせそうなので、タウンホール以外のところをね、潰せるかどうかっていうところのなんかディガー3体手元に残ってんだけど、これはなんだこれシンプル出し忘れっていうか、あれかな。結構あれあれなんだけど、なんか、ディガー出してホグ出してってやってる時にディガー、なんか1体2体ぐらい残っちゃうみたいなこと。僕もね、昔あったなぁと思いつつ、余裕の全開ですね。これがディガホグ採用されてる理由かなと思います。ディガホグがなんで使用率急に増えたかっていうと、今みたいな全開が取れるからですね。タウンホールから行くっていうのが、ディガホグの、なんか今までの、今まで、なんか14の頃から実はあったんですけど、基本的な考え方になってるんですけど、タウンホール反対側から行くね、ディガホグがやりやすいのが今のダイヤモンド陣になってるので採用率上がってるのかなと思います。対戦相手、リターン型のクイヒードラドラなんですけど、インドラとドラゴンとドラゴンライダーこんな詰めんのクイヒーで。すごい量積んでるね。そんでもってヒールが1枚ありますね。これは9時の方に戻すかな？金庫殴らせたんですけど回収したんだ。なんか無駄な時間過ごしたような気はするんですが。削れれば削りたかったのかな。バルーンがいないんだ。えぐっ！なんか足りないなと思ったら、バルーンいないじゃないですか。えぐいな、これ。道理で、ドラゴンの数が多いなと。ホーミングチェックバルーン、もうどうせトムかけるからいらんやろっていう、そういうあれですかね。えぐいな。ちょっとそれ面白いかもね。それでも数体欲しい感じはするんですけど、インドラ採用っていうところもあって、ここはヒールも、これ強いな。ドラゴンの数めっちゃ増えるし、ワンチャンありかもしれん。ちょっと面白そう。めっちゃドラゴンいるから楽しそう。インドラ5体、ドラゴン5体でしょ？V ヒーでそのぐらいのドラゴンの数担保できたらだいぶ面白そうですよね。とはいえなんか真ん中の貫通力そんなに高くはなく、クランジを潰せたからいっかぐらいかな。フリーズ1体な。クイーンにね、ロイヤルチャンピオン捕まるシーンなので、防衛側なんでね、ナビからすると。このロイちゃん延命されるとちょっと、というか、ロイちゃん延命しないとここ潰せないんですよね、マルチ IT っていうところまで。なので、延命必須ポイントだったかなっていうところなんですが、なかなか、うまいこといかず。タクとしてはね、今フリーズをクイーンと投石のところにかけて、ロイヤルチャンピオン伸ばすっていうのが一般的かな。
あと一応マルチ IT の方もね、結構際いところまでね、インドラとかね、ドラゴン系統のものがこっち来てたので、まあ、そっちにワンチャン打って、ドラゴンの方を下少し伸ばして、ロイヤルチャンピオンなんとか延命するとかいうのもありだったんですけど、だいぶ早い段階ですね。それはロイちゃん出すより前に。そうね。ヒール採用だったり、こういうなんかバルーンなくしてとかはちょっと面白かったんですが、まあ、トームのバリューが上がるよね、バルーンよりも。まあ、シンプルなドラゴンの数も多くなりつつ、ヒールとかも採用することでね、マルチ IT に強くなったりとかで、ちょっと面白いなと思ったんですが、90%、まあでも結構それなりには伸びてるんでね、まあ何かの違いでマルチ IT が下折れて、下折れた瞬間にもうキングね、ドラゴン系統だと触れるんでね。うん。まあでもよく読んだら対戦相手がね、チームドラゴンって書いてあったんでね、まあ、戦術名教えてくれてましたね。チームドラゴンだったな、今の戦術完全に。さあ、シンセ51だとタウン前、なるほどね。タウン裏マルチを降りつつ、タウン起動して、シューターでタウンホールを破壊しようというプランだと思います。わかりやすいですね。これはめっちゃ強そうなシューターですね。ヒーローパートはもう9時に入れたいって流れかな、これはもう。まあ、シンセの結構、やり方としては、やり口としては、基本的には兵器でタウンホールを取るっていうのが一般的なんだよね。突撃艦だったり、こうやってシューターだったり。あとなんか昔はね、バスターヒーロー突っ込んでホグラッシュとかもよくやってましたが。まあ、大元のプランニングなんかそういう感じでやってそうな雰囲気ありますね。この辺はジャイアントとかは、ホグとかもないんでね。うん。まあ、この天才強いっすよね。タウン裏マルチ IT。全部削れるんで、これタウン裏が。タウン区画が L 字を作りやすいって感じかな。ジャイキング展開して、キングを、まあ、対地クロスのタゲを取りつつ、投石区画に誘導。エレクトロタイタンも入れて、その辺ケアですね。レイジターも乗って火力上がっているタイタンの方がそれていって、まあ、せっかくね、リクスケをね、ケアしたいタイタンだったんですが、どうなんだろうな、これ。ちょっとタイタン微妙になっちゃったんで、なんかいろいろすごい。愛知クロスの方にはどうしてもね、寄ってしまいそうな雰囲気はあったんでね。さあ、ロイヤルチャンピオンの延命に、インビジュアルを使っていきまして、ブーメランも放っていく。まあ、イメージとしてはこれ、マルチ IT までロイちゃんで見てたんじゃないかな、この呪文の使い方するとなると。ポイズン2枚あるんですね。で、シューターの方も援軍が向かってしまったので。で、ロイヤルチャンピオンで、まあ、氷吉真ん中マルチまで倒れたので、3時反対からラバルパートスタートです。まあ、形としてはかなり綺麗かなと思います。ただ呪文使っちゃったって感じだね。レイストからのこれはレイジ持ってきてないよね。レイジターのレイジのみだよね。フリーズとかがね、ないんでね、このマルチ IT 打てないのきついですね。さあ、6時の方もバルーンが、これは結構いるので、形は作れてるんですが、真ん中マルチ次第。ポイズン2枚採用は意図的なのか、間違えたのか、どっちなんですかね。バルーンの数はね、めっちゃいるっていうところと、このマルチ IT をスーパーガーゴイルあたりが落としてくれそうな雰囲気も出てきた。こうなると、ヘイストが残っていて、これマルチ IT 押せましたね。そうなると単体火力のものしか残ってないので、押していけるとバルーンの数が足りていますね。ナイス展開。うん。まあ、やっぱシューターの使い方っていうのがめっちゃ良かった。天才プラスのシューターで、まあ、6-1天才が多いんですけど、5-1だったことで、これはね、呪文の枠数も増えたので、フリーズたくさん使いましたね。チームドラゴンすぎる。これもバルーンないっすね。面白い。ヒール。面白いね。12時クイヒーからリターン型。スケルトンの呪文も2枚採用っていうところで、まあ僕の、なんだろう、頭になかったタイプのね、やり方なので、まあ、クイヒードラドラって普通にあるはあるんですけど、こういうなんかヒール入れたりとか、バルーンなしでね、まあ、今回はロケバル使って対空砲までっていう流れですが、ラスト。テスラあったら積むけどね。レイジも来つつ。まあ、レイジタワーの解除とかも書きたいよね。なんかすごいピクピクしてるもん、レイジタワー。そろそろ回収しないとクローク出るぞ。もったいない。めちゃくちゃもったいない。どこに出すんだ？そういうことか。
まあ、さっきのね、ファーストアタックの人もそうだったんですけど、結構、回収のタイミングっていうのがね、ちょっとあんまりリターン慣れてないのかなって感じはしますが。さあ、バルーンもないので、この辺はね、ドラゴンで押していきます。突撃艦タウンホールの方へ。まあ、そろそろトームかけたいかな。はい、いいトーム。援軍の方はポイズンも持ってきているのでケアができつつ、トルネードは若干ずれて当たっていく。あ、それ赤爆当たんないかな、ワンチャン。固まっておいてるのかと思いきや、そういう、固まっておいてるね、これ見てみて。下側。食い火当たってる。さあ、ヒールの方も、インドラに合わせて使っていく。タウンホール突した時にね、タウンホール側にドラゴン流れちゃうのマジで、きついんよね。せっかく突撃艦を使ってタウンホールを突破してるのに。さあ、ロイヤルチャンピオン追加。ちょっと赤爆4個ぐらい渡ったんだけど、ヒーラー落とすには至ってない。まあ、外周部すぎたからかな。さあ、真ん中マルチまでドラゴン突破することができました。強いっすね。あとはスケルトンの呪文をグイーン区画置きつつ、まあ、ポイズンも1枚使えるってところで置きたいね。いいスケルトン。これ、ウォーデンも、ヒーローと一緒に動いてくれる。ホーミング死亡していきましたが、まあ、リクスケに即ポイズン打ちたいんですが、もう、自分から打ってきましたね、もう先に。まあ、ストライカーも、ここは出てきて。これワンチャンあれかもな。ちょっと見てなかったんだけど、ソラスケとか出てたのかな、これは。この区画リクスケ置いてないことが結構考えられないんで、ワンチャンなんかラバルーン対策で、ハロウィン限定イベントのね、ラバルーン対策で、ホラスケルトン4個どっか固まってたりすんのかなって思っちゃうぐらいのトラップの出なさですね。ヒーローが止まらない。これはもうロイヤルチャンピオン能力さよならバイバイですね。ナイス全開バース。うまかったですね。さあ、ホッサンスケイン部かなさすがに。ポイズンもないんで、まあワンチャン援軍釣る可能性もありますが、まあ、基本的には真ん中、まあ固まってるし、クランジを巻き込みつつ、なんかあの辺適当にドッカン行きそうですね。まあ、モノリス、マルチとかなのかな。イーグルも、まあいろんな選択肢ありますね、ここなら。さあ、どこ打つのか。そうですね。マルチ IT、モノリス、クランジョっていうところがメインターゲット。マルチの方は進みがいいです。クランジョの方も進みがいい。ちょっとモノリスが遅れてるかなって感じですが、最後も打っていく。モノリス折れて、まあ狙ってた3施設っていうのが綺麗に落とすことができました。まあ、ホグの数も結構多いですね。バーバリアン。これシューター強いな。迫撃ケアを入れているって感じか。強いっすね、これ。あとは、スケルトンの呪文とかはないんですけど、タウンホールの方をね、クイーンの方で射抜いていきたいんですが、ロイちゃんの範囲がここで入ってきて、壁越し。ロイちゃん側から入ることでね、クイーン側から入ると、これって、多分、クイーンの方が射程長いんで、キングの方がね、クイーンを処理することができないと思うんですが、射程の短いね、サイドから進んでるので。ゴブリンでこれ、キングのタゲを取りに行ってますね。キングの方が3軸角を全部切ってくれたことで、これはクイーンの方がタウンホールに向かってくれそうです。さあ、リックスケルトンもいい感じに勝利。クローク、タウンホール先に打つんだ。さあ、迫撃砲の方のターゲットもしっかりイエティの方で、これシューターバカ強いです。クイーン勝利まで行ったんだけど、クイーン。これは勝ち確すぎるな。さあ、もう10時から一気のホグレイジトムかな。レイジも打つかな、ここで。打ちたいっすね。ヒーロー処理の方がもうこれクイーンでその2ヒーロー落とせんのバカ強いな。まあ多分、処理はできないと。プランニング上で処理できると踏んでプランするのはバカヤンキーなんで、落とせないプランで考えてたと思うんですが、そうなった時にもね、しっかりストライカーっていうのを持ってきてるっていうところですね。さあ、ここ、投石マルチの方が残り範囲ダメージのところ、ちょっとね、最終対地クロスのところもテスラが固まってて重い区画になってますね。ホグパートがちょっと落ち始めているところ、6時の方にフリーズを折って、ホグを伸ばしていくような選択を取っていきました。通常ホグをね、6時から指してるんですけど。さあ、マルチ IT の方にロイヤルチャンピオンが DG をつけてくれる。そしてシューターから出てきたスーパーホグも合流していくことで、
まあ、若干ね、ホグの進軍スピードは止まりかけてたんですけど、まあ、援軍から出てきたところと、裏のね、6時のホグっていうところをしっかりね、全部最初に出すんじゃなくて、6時組とシューター組とロイヤルチャンピオンというところでね、残存勢力、たどり着いての前回ですが、さあ、チームドラゴン使っていきます。ライドラッシュ、ライドラ花火ですかね。アイスラバハウンドも入って、タイタン1体持ってきてますね。あ、ベビドラが。うん。レイジ置きたいかも、そのライドラに。おー、アイスラ、あ、そっか、レイジは、あれなんだった。その、ライドラ偉いな。ただちょっと、微妙なところですね。さあ、アイスラバハウンドターゲット取らしつつ、ここでレイジ置きつつ突撃艦からのいい透明。強いな、ちょっとこれ。さあ、ライドラの方がね、エアスイーパーに対して、花火だな。花火だけど5分に入れてるんだ。なるほど。あ、それ3時に向かったライドラめっちゃ強そう、それ。封印処理しつつ、投石越しに一気にチェーンを入れていきました。防衛のラワハウンド、この対地クロスだるいな。ライドラがね、テスラ区画でね、もうちょい、なんかあの辺ぶっ飛ばせればっていうところなんですけど、レイジが1枚しかないんでね、ライドラに対して。あとは花火に採用しなきゃいけなかったっていうところ。まあ、援軍の方はこうして、タイタンの方を使って処理をしていきました。フィストも残ってるので、この辺ぶっ飛ばしたいですね。ライドラパートも下結構伸びていく。フリーズとインビジブルが2-1で残っている状況ですね。フィスト温存ここまでしていきつつ、ロイヤルチャンピオン、ここから刺すの。まあ、キングのためにストライカーも持ってきてるし、これ結構9時にロイちゃんスタートでクイーンに任せてよかったところですね。まあ。さあ、フェニックス・ウォーデン孤立してることで逆にこれはオデンゾの方まで持ってけそう。まあ、フェニックスの方が。いや、どうでしょうね。まあ、呪文さすがにあるんで持ってけるかな、これは。フリーズ打ちたいけど。だいぶ被弾許しましたね、これは。まあ、とはいえさすがにですね。クロークも残ってんのめっちゃ強い。さあ、モノリスの方、しっかりこれはケアしていきつつ、ディギーが固めてくれて、まあ、クロークも残ってるので GG ですね。ライドラ花火ってね、なんか他の花火と比べてなんか伸びるよね。わかんないわ。ライドラがいいんでしょうね。今見たらあれでしたね。花火だけじゃなくてスーパービザードも入ってたんですね。気づかなかった。ゴブリンだけかと思ったら。まあ、ゴブリン入れる意味がないんでね。そんなに。まあ、スーパービザードも入ってたって感じですかね。71天才のカズマくん。まあ、あんま天才ラバルやってるイメージはないんですけど、15では。ちょっとヒーローずれちゃったね、これは。まあ、丁寧にやるならこの辺バーバリアンチェックでテスラしっかりね、チェックするのもありだったかなっていうところですね。ただリカバリーは効く範囲かな。ここにバルキリー入れつつ、シューターの方でちょっと迫撃がターゲット取れちゃってるか。フリーズ入って、すごいことしてんな。ラバタゲ取って、アイゴレ。ミスったのか、意図的に盾として使ったのか、難しいですね、判断が。まあ、アイゴレ1枚じゃ届かなそうって僕も思ったんで、まあ、そこをラバハウンドで代用した感じなのかな。さ、レイジタワーがね、非常に火力高かったですね。巨爆も入って、ここで落ちていく。ロイヤルチャンピオンで多分マルチ IT まで見たいプランなんですけど、インビジブルが1枚あるので、ここは耐えれそうかな。ナイスインブ。イエティの方で、その辺もね、ターゲット取りつつ。マルチなんとか突破。援軍の方もアイゴレなんで、まあ、ラバルからするとそんなに影響ないかな。ラバルパートスタートです。真ん中マルチまでね、これはただ、フットランチャーでね、潰したかったところ残っちゃったんで、上の、
ちょっとバルーンがタウンホールに寄らないので危なくなっている。これタウンホールも危なくなっている。さあ、これも結構モノリスにそれましたね。結構危ない。フリーズ。イーストトームかけざるを得ない。やばい。まあトラップはなかったので、まあ下側でなんか出てたかな、トラップ。まあタウンホールまではなんとか拾いつつ。うん。単体バルーンで裏の水と触りつつ、デビドラ上の方を刺していったんですが、削れず。破壊率の方をちょっと飛ばしていきましょうか。まあ、キングそれちゃったんで、まあ真ん中マルチ IT のためにね、ウッドランチャー真ん中伸ばしたかったんですけど、迫撃のターゲットが入ったりとかで伸びなかったです。ランチャーか。例えば、トルネ巻き込まれてましたね。おー、チームドラゴンすぎる。エアスイオリプラスの、普通、あ、ノバか、これは。バルーンに来るんですね。ここは、一旦大砲の方を削りに来ました。うん。かなり、サイドカット入れてますね。で、ライドラカットもここ入れていくと。迫撃とかに投げたかったのかなんだそれは。迫撃削り、まあよくわかんなかったですね、今のロケバルは。対空砲を折る目的ではないのは確かですね。まあ、折れるとするなら迫撃を狙ったところだったと思うので、あとはトルネードの解除が迫撃に行った時にできそうかなぐらいの感覚なのかな。ちょっとここはね、せっかくクローン採用したんですけど、モノリスの方が折れず、そしてこれね、さっきも言ったんですけど、突撃艦投げたのにタウンホールの方に向かうドラゴン。これが一番ね、下振れなんですよね。これが出ないようにね、ドラゴン進めていきたいんですが、なかなか難しいよね。マルチ IT クイーン入りつつ、これイーグルも飛んで黒くないので落ちていきます。しかもこれラバハウンドまで釣れちゃう地獄の展開。スケルトンもあるんですけど、さすがに厳しいですかね。ロイヤルチャンピオンもこれはディギーが止めてくれるとはいえ、レッドゲージです、HP。一発でも受けたら能力発動するところ、ここは発動されつつ、破壊率がなんか結構削れてるようで、まだ 60% しか伸びてないですね。レイジ投石つえ。中心部もドラゴンに回復が入りつつの進行だったんですが、伸びきらず。なんか、63% ほど低くはなさそうなの、あれなんですけど、まあ、確かに結構残ってますね。これでも半分ぐらいしか削れてないのか。だから 63% ですね。さあ、クラウス。全部のホグですかね。さっき星さんも前回取ってましたが、ボーラー2体はサイドカット用かなと思います。まあ、ジャイボーラーとかでサイドカットが入るのかな。まあ、モノリスがほぼほぼかな。上からやるかな。ってなると、まあ、12時シューターとか、になるのかな。ですね。12時シューターですね。ほんでもって多分、モノリスを上側からやるんじゃないかな。そうですね。モノリスクランジオの方をスケルトンインビジブルしっかり決めていきつつ、インビジブルの数がそもそも結構持ってきてますね。しっかり成功していきました。で、上の方も迫撃のね、ターゲットの方をいい感じに取りたい。クイーン下に展開して、そろそろなんか出したい感じになると思うんですけど、ここは特にターゲット取らなかったですね。ゴレクイーンをやりつつ、ジャイボーラー各国と、これ大砲プラスの対空砲まで裏削りに行ってます。いいカット。これもちょっと戻ってこんか。間に合わなかったね。シューターの方はね、迫撃砲の方は許容して、ただ、イーグル砲まで削ることができそうかな、みたいな感じかな。迫撃まで、短起動すんだよ、それ。しちゃったけど、まあ。フィスト使いつつ、クイーンの方もクロックタウンホールまで温存できましたね。
かなりいい流れかなと思います。キングの方でマルチ IT もされつつ、サイドカットのアーチャータワーへホグ入れて、本命ホグを10時から、シューターの方もイーグル砲に刺さってますね。そろそろレイジトーム、いい巨爆見えてからのトームですね。めっちゃ強い。かなり、ノーミスで進んでいる。マルチに1回フリーズ打って、レイジ投石フリーズ1回打つかなぐらいのテンションかなと思います。そうですね。1回ここはいいレイジターンまできっちり打ちつつ、多分これフリーズ開けるタイミングでそうですね。投石区画を突破。フリーズを使っていく。あとはロイちゃんだけインビジブル使ってあげればいいやって見てるだけですね。うまいね。キングの処理の仕方。ホグからのストライカー。ホグストライカー。そうですね。あとはロイヤルチャンピオン延命すればいいだけなので、ロイヤルチャンピオンにインビジブル合わせてあげて。強っ。プランがめっちゃいい上に、プレイングの方も全くミスがなかったっていうところ。今のところでね、ジャイボーラーのサイドカットとかね、懐かしいカットなんですけど。うまいね。めちゃくちゃいい展開だったかなと思います。久しぶりに14点かな。めっちゃいい試合になりましたね。対戦相手ラストアタック61天才エレクトロタイタン編成。ヒーローペットとかもまだレベル上がってないというところでドラゴン使う権利がないんでしょうか、この人は。マルチ IT クロスボウのところ天才で降りつつ、オールブレーカー入れて、ルートが宣言されましたね。迫撃砲のところまでは、これは、お出引で、体で受けるか、どうするかってところですが、テスラチェックのホグライダー、いいですね。反対サイド、早くもキング、ネクロを展開していきます。このタイミングちょっと早いかなって気もするんですけどね。こうすると、ほら、シューターがね、迫撃砲のターゲットを受けちゃうので、もうちょい待ってあげてもいいかなっていうところですが、スタートを切っていきました。アイゴレ先頭にかなり綺麗にアイゴレは入り込めてますね。ロイヤルチャンピオンを外周部処理っていうところで時間を作ってくれたので、合流もできたところ。そしてエレクトロタイタンの方で援軍処理もできて、でもやっぱちょっとこれ考えるとシューターへの被弾がかなり高くなっちゃったんで、もうちょっとだけ待つのはありだったかなって。キングのサイドカットが間に合わないのでクイーンはどっか行く。ちょっとだるいぞこれ。シューターが真ん中イーグルとかまで折れない形になっちゃったんで、これは。そうなるとクイーンが真ん中入って、中心部ね、触りたいところだったんですけど、それてしまったんでね。そこをロイヤルチャンピオンにやらせていきます。呪文はもうないので、あとはユニットで押していくしかありません。ターゲット取りとかね、ロイヤルチャンピオン短期でやるにはなかなか厳しいっすかね。あとはもうディギーがなんとかしてくれって感じなので、クローク持ってぐるぐる回りだけだかな。タイタンのタゲ入ってるんで、この大砲とか HP ミリになってるんでね、ウィズさせればって感じ。いいスニゴブですね。クランジを刺していって。ただちょっとマルチ IT 壊す前だったので、ここはやられていく。これを、マルチ壊れてからとかね、落ち着いて出せれば、よかったかな。あとは、追加のスニゴブやってきました。スニゴブどっかに使ってたのかなこれ。一応ウォールブレーカーはあるんですけど、これもちょっと、クイーンのね、ターゲットが、こうして入っちゃうんで、そのために時間稼ぎのウォールブレーカー使いたいっすね。リズも難しい、これは。さあ、あとはクイーンが押せるかどうかのゲームになってきたけど、ユニコーン行かれるのはきつい。さあ、ここでテスラのターゲット、ね、大砲のターゲット、ウィザードで。しっかり取るんだけど、巨爆。いい巨爆すぎる、それ。悲しみの 99%。もうちょっとなんか本当にちょっとの差だね、これは。惜しい。はい、というわけでね、終わりました。14対12。かなりいい試合だったかなと思います。ちょっとね、点数取れない試合も続いてたんですが、久々にね、14点取りつつ、対戦相手も結構いいアタックを面白かったですね。ヒール採用のバルーンなしのクイヒードラドラ系。いいとこ、メリット、デメリットはあるような形だと思うんですけど、いいところも見れたっていうところで、ぶっちゃけ前回取れればどんな編成でも、なんか配置に合わせてね、成り立つと思ってるんで、前回取れればね、それは一つの答えなんでね、面白いアタックでしたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。